皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。この動画はアクティブリスニングの動画です。文法をおさらいしながら聞き取りの練習をします。最後にエクササイズもありますのでチャレンジしてみてください。今日のテーマはプレゼントを選ぶ。お話を始める前に今日のポイントとなる文法をチェックしましょう。今日の文法はなんか。これは少し前になりますが、あるリスナーの方からリクエストをいただいていたテーマです。動画を作るのが遅くなっちゃってごめんなさい。なんかはちょっと難しい文法で JLPT2 級レベルです。まだ勉強していない人も多いと思いますので、しっかり文法の説明をしたいと思います。まず、なんかはいつも名詞の後に接続します。名詞の後に接続します。そして、なんかには3つの意味があります。これがちょっと難しいポイントです。順番に説明しますね。1つ目、例えばという意味。例えば、友達と一緒にディナーに行くことにします。どのお店に行ったらいいか相談します。あなたは、例えば、イタリアンはどう？と提案します。その時、例えばという意味でなんかを使ってこんな風に言うことができます。イタリアンなんかどう？イタリアンなんかどう？次に2つ目、形詞の意味。これは何かを下に見るという少しネガティブな意味です。例えば、学校に行きたくない子供がいます。その子供は学校がつまらないし、行く意味がないと思っています。その時、学校を下に見ているという意味で、なんかを使います。こんな風に言うことができます。学校なんか行きたくない。学校なんか行きたくない。同じように勉強をすることに意味がないと思っている人は、勉強なんかしたくない。勉強なんかしたくないということができます。最後に3つ目、謙遜の意味。謙遜とは自分を下に下げるという意味です。自分を控えめに表現します。例えば、誰かがあなたの日本語を褒めたとします。日本語がとってもお上手ですね。その時、あなたは謙遜の意味でなんかを使ってこのような答え方ができます。ありがとうございます。でも、私の日本語なんかまだまだですよ。私の日本語なんかまだまだですよ。それから自分に自信のない人はよくこんなフレーズを言います。私なんかダメだ。私なんかダメだ。これは自分の価値を下げていることになります。日本人は謙遜が大好きなんです。謙遜は美徳とする文化があります。そこでなんかを使うことがたくさんあります。
さて、説明が長くなりました。それでは、聞き取りの練習のパートに移ります。今日のシチュエーションは、プレゼントを選ぶ。来週、友達の健太くんの誕生日パーティーがあります。そこで、私とミシェルさんは、健太くんの誕生日プレゼントを一緒に選んでいます。まずは会話をよーく聞いて内容を理解しましょう。それではスタート。健太くん、何が好きかな？あ、この帽子なんかどう？かわいい。でも、健太くん、帽子なんかかぶるかな？あんまりファッションに興味なさそうだし。そうだね。じゃあ、もっと便利なものにしよう。そうだ。手帳なんかどうかな？それはいいかも。手帳にもいろいろな種類があるよ。どれにする？私、手帳は普段使わないんだ。だから、私なんかが選ぶより、ミシェルが選んだ方がいいよ。ここまでです。内容を理解することができましたか？結局、2人は何をプレゼントすることにしましたか？これに答えられた人は次の問題に移りましょう。次は文法のエクササイズです。今の会話をもう一度聞きます。会話にはなんかが4回出てきます。それぞれのなんかはどの意味で使われているかよく聞いてみましょう。それでは、スタート。健太くん、何が好きかな？うーん。あ、この帽子なんかどう？かわいい。でも、健太くん、帽子なんかかぶるかな？あんまりファッションに興味なさそうだし。そうだね。じゃあ、もっと便利なものにしよう。そうだ。手帳なんかどうかな？それはいいかも。手帳にもいろいろな種類があるよ。どれにする？私、手帳は普段使わないんだ。だから、私なんかが選ぶより、ミシェルが選んだ方がいいよ。できましたか？ちょっと難しいと思った人は、ここで一旦ストップして、もう一回聞いてみましょう。それでは答え合わせをします。まず最初の帽子なんかどう？帽子なんかどう？これは例えばの意味です。たくさんあるプレゼントの中から例えとして帽子を提案しています。そして帽子なんかかぶるかな？帽子なんかかぶるかな？これは形詞の意味です。健太くんはファッションに興味がありません。だから帽子は健太くんにとってあまり大切なものではなさそうです。価値がなさそうです。そう考えることができます。それで形詞の意味になります。そして次は手帳なんかどう？手帳なんかどう？これは最初の場合と同じで例えばの意味です。最後に
私なんかが選ぶよりミシェルが選んだ方がいいよ。私なんかが選ぶより。これは謙遜の意味です。私は手帳について詳しくないから私が選べる立場ではないと自分を否定して下に下げています。よって謙遜の意味になります。いかがでしたか？今日はちょっと難しかったですね。よく頑張りました。こんな風にもし取り扱ってほしい文法やテーマがあればコメント欄で教えてください。今日も動画を見てくださってありがとうございます。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。